これが果断ですね。仏の子であるということを自分が認識すれば、それは将来仏になるんだということですね。素直になるということは難しいことなんだなと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第44回です。前回までで長い方便本が終わりました。いろいろとたくさんの話をしてきましたが、今回から入っていく比喩本もまたこれも長い章になりますので、じっくり皆様と一緒に見ていきたいと思います。今日からその比喩本に入っていきますが、ここでずいぶん前に使いました花壇を使って今どの位置にいるのかを確認してみたいと思います。これが花壇ですね。もしこの花壇が欲しいという方は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらの方から印刷をしていただけたらというふうに思います。まず前回までお話ししましたこの方便本第2は、妙法蓮華経の釈問の小宗文の略解散検閲から項解散検閲の法説集の小説まででした。といきなり聞いたことのないワードがいくつか出てきたと思います。これはそこまで覚える必要はないのですが、お経の流れを確認する上で、とてもわかりやすい目印になりますので、少し説明をしていきたいというふうに思います。まず、これはお話をしましたが、妙法蓮華経は釈問と本問に分かれます。前半14本と後半14本を分けて釈問と本問とするわけですね。釈問と本問どちらが重要なんですかっていうようなことをですね、思われるっていうこともあると思いますが、これは宗派によっていろいろ受け止め方が違います。釈問と本問もどちらとも重要であるというふうに捉えるところもあれば、釈問が重要である、本問が重要である、これは様々な意見がございますね。ちなみに私たちはこの釈問と本問とありますけども、この釈問の釈は影という意味を表すというふうにも言われておりますし、本問の方が重要であろうというような捉え方をします。そしてその下の序文、小宗文、流通文、三文華経と言ったりします。序文ははじめに、小宗文は教えの内容そのものですね。そして流通文。流通文はこの教えの内容をどうやって広めていくか。それが示されている部分になります。この3つでお経を解釈することができるというんですね。そしてこの序文、小宗文、流通文ですね。教えの中身の部分に略解散検閲と項解散検閲の2つがあるわけです。この解散検閲に関しては方便本でお話をしてきました。三条の教え、三ですね。三条の教え、法華経に至るまで様々に説き示してきた教えは方便であり、最終的にはこの一、法華経という一仏上を説き示しますよという、そういうことですね。略はその流れを簡単に示し、項は詳しく示すという、そういう意味になります。実際に項というのは詳しい部分になりますから、教えを説かれる部分も非常に大きい部分を占めているということになります。大丈夫でしょうか？いろいろと聞いたことがない、そういった言葉が出てきたかもしれませんけども、もう少し話を進めます。で、この項解散検閲は3つに分かれるんですね。それは法説集、非説集、因縁集と言います。これを三宗の説法と言ったりするんですね。これは項解散検閲を説くにあたって教えを聞いている人たちの基本に合わせて、性質を見極めて3つの方法で教えを説くという、そういうものです。法説集というのは法を説くですから、教えをそのまま説く方法です。教えをこの場面で聞いている舍利発は二乗であるとはいえ十大弟子の筆頭でございますので、大変優秀な方である。ですから釈尊は項解散検閲をそのままに説いたというわけですね。ところが次に教えを聞くことになる二乗の方たちは、
シャリホツほど優れているわけではない。ですから、例え話を使って教えを説くということで、これが非説集ですね。例えるという字の非説集になります。そして、教えやその比喩でもなかなか分かってもらえない、その二乗たちに対しては、釈尊は因縁を持って教えを説いていくということになるんですね。これが因縁集となります。法説集、非説集、因縁集といって、ちゃんと相手のことを見極めて、この公開三権一を説いていってあげるということになるんですね。とりあえずは3つの段階があると覚えていただければいいと思います。そしてその3つの段階にはまた4つの段階があるんですね。ややこしいと思われるかもしれませんが、これはお経を読んでいくと非常によくできていることがわかりますので、ここで4つの段階についても、この4つの段階についても簡単に説明をしておこうと思います。4つの段階は、小説、両下、述情、述記の4つです。小説は教えの部分です。方便本ではずっと釈尊がこの教えを説いている部分になっておりましたから、小説ですね。方便本題には小説となるわけですね。次は両下です。両下は小説で説いてもらった教えを説いてもらった方、聴衆ですね。教えを聞いている方がどのように理解したかを仏様に申し上げる部分ですね。これを両下。こういうふうに聞いて、私はこういうふうに理解しましたよということをですね、申し上げる部分になります。教えも解きっぱなしで相手がちゃんと理解しているかわからないということでは困りますので、ここでちゃんと聞いている方が理解したことを仏様に申し上げるわけですね。すると、その理解した内容を聞いて、仏様が念押しのように重ねて教えを説きます。これが述情ですね。相手の理解に沿って相手が理解していることをちゃんと聞いた上で、もう少しこの補足を加えたりするっていうのがこの述情になります。そして述記です。仏様がここまでのやりとり、小説、両下、述情のそのやりとりを踏まえて、最終的にあなたはどこどこでいつこのような名前のような仏様になりますよという成仏の保証を与える部分ですね。これが述記になります。非常に丁寧ですよね。ちなみに他の経典ではあまりこの両下と述情の部分がない、この両下と述情の場面がないそうなんですね。ではなぜ法華経にはあるのかということですが、これはこの法華経が聴衆の反応を大変大事にしているから、聴衆を本当に本気で救っていこうと、他のお経で本気で救わないというわけではありませんけども、その主情に対するその救っていこうという仏様の現れ、その意志の現れがこの両下と述情が含まれているということになるというふうに言われております。ですから、これからお話しする比喩本は、この法説集の両下、シャリホツが理解したところを釈尊に申し上げる部分から述情、述記、そして非説集の小説までが入ってくる。そういった章になるわけですね。先は長く感じますし、実際に長いんですけども、じっくり見ていきたいと思います。では、比喩本の冒頭ですが、今述べたように両下の部分になります。シャリホツが方便本で釈尊の説法を聞いて、それに対して自分の理解したところを述べる部分になるんですね。ですから、ニージーシャリホツと、このようにこの比喩本は始まります。はい、ここで突然問題です。釈尊の説法を聞いて、仏の真意に近づいたシャリホツは喜びに満ち溢れます。その喜びをどのように表現するでしょうか？正解は踊るです。本当に踊ります。このニージーシャリホツからですね、このように続くんです。その時シャリホツは予約歓喜してとありますように、喜びの表現として踊り上がったんですね。
シャリホツはよっぽど嬉しかったんだろうと思います。今私たちが教えを聞いて喜んで踊り上がるということはなかなかないと思いますね。それほどシャリホツは真剣に仏様の教えに向かい合っていたんだろうというふうに思います。にわかでさらっと教えを聞いても得ることは少ないし、喜びもそれほど湧き上がってくることはないのであろうと思います。これから出てくる他の二条たちも同じですが、こうやって真剣に教えに向き合っていく姿勢を私も見習わなければならないと思っています。気になるのはどんな風に踊ったんでしょうね。本当にその姿を想像するだけで、こちらも嬉しくなってくるような、そういった思いがあります。続いてシャリホツはこのように述べるんですね。今、世尊よりこの法音を聞いて、心に愉悦を抱き、未曾有なるを得たり。今、世尊から教えの言葉をお聞きして、これは方便法のですね、その説法を聞いて、喜びで心がいっぱいになり、これまで得たいと思いながら、ついぞ叶わなかったことを得ることができましたと、こう申し上げるわけですね。シャリホツはようやくここに来て仏様の真意が分かったというわけです。それはどういうことかというと、自分は釈尊の下で長い修行をしてきたが、なかなか成仏ができなかった。それは仏様のせいではなく、私たちのせいだったというわけですね。方便の教え、巧みな教家の手段の中で教えが解き分けられていることを理解できず、自分の教えに執着して悟ったと思ってしまっていた。そのことを常に後悔していたと言うんですね、シャリホツは。シャリホツは後悔していたんですね。ただ後悔していたなんていうことを言い出すことはできなかったのかもしれません。本当に前回のこの正直社方便じゃないですが、素直になるということは難しいことなんだなと思います。そしてシャリホツは方便本の教えを聞いて分かったんだというんですね。多くの疑念もなくなり、心身ともに落ち着き、心地よい平安を得たと、そう申し上げるわけです。そして、今日すなわち真ぬ、真にこれ仏師なりですね。仏の口より生じ、法より化粧して、仏法の文を得たりと。そうして今日、私は仏の真の子供であることを知りました。仏の口より生まれ、法の化身となり、仏法の相続者の位置を得ました。と釈尊に申し上げるんですね。そうして自分は本当の意味で釈尊の弟子、仏になる子であるということが分かったというわけです。人の子は素直に成長すれば人になる。カエルの子もカエルになる。スズメの子もスズメになる。仏の子であるということを自分が認識すれば、それは将来仏になるんだということですね。そして仏の口より生じとあるのは、これは仏と同じく教えを説くことのできる存在になれるんだという、そういう宣言であると思っていいと思います。そしてシャリホツは比喩本の冒頭からここまでのところを下をもってもう一度釈尊に申し上げる、その部分に入っていくんですね。この下の内容がとっても率直で、結構そこまで言うんだというようなことが出てきます。その内容を簡単に説明すると、法華経に至るまでには、自分はある時は木の下でじっと座ったり、ある時は歩き回りながら深く自責の念に沈んでいたというんですね。どうして自分自身で邪悪な考えに陥ってしまったのであろうか。自分自身ですね。自分自身で邪悪なお考えに陥ってしまったと。そういう自責の念に沈んでいたというんです。釈尊には、私は仏の道から外れてしまったのかとお尋ねしたいと思っていたと。ですけど、できなかったんですね。私は以前は多くの弟子を抱える指導者の存在であったというわけです。シャリホツは、もともとは仏教の最初からの弟子ではありません。自分もバラモンというその指導者の立場でもって多くのお弟子さんを抱えてた人ですね。その存在であったと。その時、釈尊は私を迷いから救っていただき、空の教えを得ることができたというんですね。しかし、この空の教えといえど、真実の教えではなかったというんです。それがこの法華経によってすっきりと分かったというんですね。
最初、釈尊が法華経を説かれ出した時には、魔が仏の姿となって私たちを悩ましているのではないかと思った。と言うんです。めちゃくちゃ言いますね。魔が仏の姿を借りて私たちを悩ましている。シャリホツたちを悩ましてるんではないかというわけです。自分で勝手に悩んでるんですけどね。ですけど、相手のことをそういうふうに思ったというわけです。シャリホツの人間らしさというか、迷っている感じがよくわかります。ただ、シャリホツはやっぱり立派な人ですから、魔が入っているのではないということをすぐに分かったと、シャリホツは言うんですね。むしろすぐに分かってくれてよかったです。そしてシャリホツは、釈尊が今教えを説いているような方便を使って真実の教えに導くという教えのあり方は、過去物から現在物、未来物に至るまで三世の仏が行うことがよく分かったと、釈尊に申し上げるわけですね。で、そして先ほどの大体の両下の部分が終わるわけです。そして次に釈尊が念押しの述情と、そしてシャリホツへの授記が与えられます。シャリホツはとうとう華光如来という名前で成仏するんだっていうことが授記として与えられるわけでございます。そのあたりの詳しい内容は次回の話とさせていただきます。大変暑い日が続いております。皆様くれぐれも気をつけてお過ごしいただければと思います。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。